はい、皆さんこんばんは。こんばんは。今日はですね、緊急です。緊急です。始まって以来だよね。チャンネル始まって以来緊急です。緊急の動画を回しております。本当にね、びっくりすることがあって、もう今ね見えてるかもしれないんだけど、軽く見えてるような、このね画面のね左側っていうのかな、この辺ね、この辺なんか様子おかしいのがね見えてるかなと思うんですけど、なんとですね、この間ちょっと出かけた後にね、この高速を走ってたんですけど、飛び石がありまして、飛び石自体は、みんなね多分経験したこともあると思うし、全然珍しいことでもなかったんだけど、見ての通りです。僕18から運転してるけど、37の約20年間の間で初めて割れまで行きました。ひびか、飛び石からひびまで入って、まともに食らったってことでしょ、多分。あとはね、多分だけど寒暖差があったから、そのね雨の日に飛び石を食らって、なんかこう丸い飛び石だったんだよね。なんかあんなちっちゃいさ、よくあるポツンじゃなくて、コンタクトレンズが貼り付いてますみたいな感じの丸い飛び石の傷、みたいなやつだよね。そうそう。でも慌ててその高速走ってたんだけど、パーキング止めて確認したんだよね。そしたらそういうコンタクトレンズみたいな傷跡があって、でも雨がすごい降ってたから、正直それしか分かんなかったで、とりあえず飛び石はあったけど、でも見えないとかはなかったし、そのまんま普通に走ってね家まで帰ってきて、普通のね量販店ね、オートバックスとか、それこそビルダーの東和モータースとかに、連絡して飛び石のねリペアだけお願いしようと思ってたのね。と思って電話をかけながら窓ガラスを見て、どれぐらいの大きさだろうと測ろうと思ったら、まさかのひびが入ってたんだよね。そう、昨日これあったみたいなひびがあって、しかもね上に伸びてるんですよ。これはちょっとリペアじゃ無理だっていうのをパッと見でなんとなく察して、で東和にビルダーにね、ちょっと窓をね交換したいんですけどって言ったんだけど、年末なんで今ないっすよねみたいな、できても年明けっていう感じで、でも年明けの前に年末で使いたいみたいな、いやこれは参ったなと。ガラス屋さん曰く、これがねコッパみじんになることはないと、これもう一回ここに当たって全部割れちゃうみたいな、そんなことはないんだと。ただだんだんやっぱりね、この振動とかでひびが、ね、広がっていくらしいんですよ。でどんどん見えなくなっちゃうみたいな、視界が悪くなるで、しかも来月車検だから、車検は 100% 通らないみたいな、そんな感じだったんですよね。でその説明を電話で聞いて、そんな大変なことになってるんだと思った矢先、このひびがなんと右に行ったんですよ。今度横に広がっていったんですよ。でこれさっき電話してる時は上下に1本ピッて引いてあったのが、この数時間で右も行ったんだけどみたいな、どういうことみたいな。でそしたらたまたまその日はね、雨が降った翌日が朝は寒くて日中がちょっと日が出て暑かったんだよね。でそういう寒暖差がでこう行っちゃったんじゃないかみたいな。でもこのペースでひびなんか入ってったら出かけるなんてとんでもないから、ちょっとこれは緊急だなと思って、で東和ではねちょっとねいろいろ協力してもらったんですけど、年末なんでねいかんせん、ちょっと在庫もなくて厳しいですっていう話をいただいて、それもね全然しょうがないなと思ってたし、むしろ探してくれてありがたいなと思って協力してもらったんですけど、そんな中ねちょっと僕のキャンピングカーのね乗ってるキャンピングカーつながりで知り合った方とかね、何人、結構いっぱいいるんですけども、その中の一人に、実は板金屋さんがいらっしゃいまして、連絡先もしてたんで連絡をしたところ、そのガラスのね交換とかねやってるよって話で、一応その車検証をコピーを送ってね、で、この窓ガラスの写真とか状態とかを送って、やっぱりね交換しないとまずそうだねって話になって、で聞いたら、なんとね2日後に入れて、2日後のその午後には取り付けできるよって言ってくれて、その千葉のねお店なんですけど、その方のお店でできるってなって、いやもう全然千葉まで行きますみたいな、もう最速最短で行きますって話をして、で今に至るという状態です。ドラレコとかアンテナか、フィルムアンテナ、ナビのフィルムアンテナとかね、その辺用意した方がいいかもって言われたんですけど、これね
うちのボンちゃんねついてるドラレコとナビ見えてるかな今。こんなやつなんですけど、ドラレコは両面テープで、これなんとねA灯とねナビってこれ実はですねフィルムアンテナではなくてこういうボックス型のアンテナでして、ただのね両面テープでペタって貼ってるだけなんで、これね簡単に取り外しができて簡単に復帰ができるっていうね、これも助かった本当に。これ普通のナビだと 4x4 とかのこうフィルムアンテナが、ね、よくあるんですけど、今ちょっと分かんないけど、そういうやつだとアンテナね買い直さなきゃいけなかったりとか、綺麗に剥がしてもう一回貼ったりとかね、そういう作業とかもあるんで、そういうのがねなかったっていうのも本当良かったかな。だからね本当はねなんかねその辺で値段とかも変わっちゃうっぽかったですね。あと窓ガラスの形状というかタイプ、新型のカムロードだとなんかそういうセーフティーのね装置とかついてたりすると、なんかそこの部分でまたね料金が違ったりするみたいです。僕のはもうあくまでも旧型、いわゆる旧型カムロードって呼ばれてる、2022年式のカムロードです。その辺もね皆さんもねこの参考になったらいいなと思っております。このさ飛び石ってさどんな時に飛んでくんだろうね。でもなんかこの間の感じだと追い越し車線側にいた普通車の人から飛んできたよ。じゃあ右側の車線からピョンってきた。なんか後ろのタイヤで巻き上げて跳ねてきたのかね。そういうこと。トラック自体の形状が窓ガラスすごい平面だからさ、こう普通車に比べたら飛び石ね来たら衝撃がすごい高そうじゃん。ダイレクトだからね。なんかそういうのもなんか原因の一つにありそうな気はする。どうなんだろうね。確かにまっすぐだからね。もしかしたらそういうのも関係あるのかもしれないね。だから完全には防げないけど、できる限りねもらわないようにするっていうのはもうやっぱりこの車間距離をね気をつけて走る、これしかないよね。もう今ルンルンだもんね。割れたよ、割れてショックだけど、でもほらどっちみちさ何回か飛び石食らってるしね。そうこの窓もねもともとね飛び石食らったりとか、ちょっと油染みっていうか汚れがね結構すごくて何回かこの磨きもしてるんですよね。そういうのとかも定期的に磨かなきゃね、なんかそのウォータースポットがね結構出てきちゃったりしてて、それね結構悩みだったの最初の頃。むしろ良かったかな。あとはいくらで治るかってところだね。そうだね。だからねそういうね金額とかねそういったところも今回はね、皆さんにね紹介できればなと。あと自分たちもねどれくらいかかるっていうのをねやっぱ覚えておきたいんで。今日の目的地はここです。幕張パーキング。キャンピングカーショーですね。どうせね2ヶ月後にまた来るよ。キャンピングカーショーの時にさこの幕パーめっちゃいるよね。キャンピングカーめっちゃいる。今日は、このもうちょっと先なんだけどパーキングがね大丈夫、窓ガラス入ってない。大丈夫、それは平気。割とね広くて大きい、パーキングがねこの先あんまりなかったから安全牌。安全牌で今日はここにしますと。あんずのおもちゃにされるよ。懐かしい。今日はロードのマイク、なんとソニーがマイク全部する。到着です。あんちゃん今日一日寝てたのになんでこの時間になってものすごく元気なのさ。なんであんずの匂いしか染み込まないからうちの肌に。これニューアイテムだね。ハンズのドライブベッド。ハンズこん中入れる。こっち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 。さあどうですか。こんな感じです。でも意外と気に入ってるっちゃ気に入ってる。家でもよく入ってるよねこんな。あとはそこで寝てくれれば完璧だけどね。あんずが来たことによりここで寝ることができなくなったんだけど、今日寝れるかな。あんず下で寝るんじゃないの。ここで床でこれ置いといちゃうけど、その方がさ自分でパッて出てさトイレ行ってくれるんじゃないかな。水だけ用意してね。水だけねよく置いといてあげないと。でもヒーター熱いかな。あなたの話をしていますよ。ねえ、あなたの話をしていますよ。そこにさ
ねえ今日すんごい寝てたでしょねえあんず今日ずっと一日寝てたよ。多分この間疲れたんだろうね。あんず里帰りしたからさ、里帰りして久々にお父さんお母さんに会い兄弟に会い超はしゃいで超ワンプロしてたからとね相当疲れたんだと思うね。爆睡して元気になっちゃったんだよね今ね。今日すんごい一日でしたもんね。別に元気ないわけじゃない。ご飯は食べてたからねちゃんと。ご飯食べてすぐ寝る。ご飯食べてうんちして寝る。ご飯食べてうんちして寝る。で元気になっちゃったんだよね。さ元気ならいいよ。よし、まあ、とりあえず無事到着して今日はここで PA 車中泊。明日って何時に行くの？明日は11時、まあ午前中に入れる。午後から作業入る。ガラスも来るって言ってたから。じゃあまあそんな朝急がなくてもいいわけね。そう一応11時ぐらいにはと言ってたけど。ご飯は食べたからあとは一回着替えてうーちゃんは歯磨きちゃんとしない。これまあ別にバンクつけちゃってもいいけどね。これ全部下ろしちゃって。一日のために作って片付けるのめんどくさい。ありがとうございます。パパはもっとできてるかあらね。りがとうございます。おやすみなさい。あんずも一緒にあそこで寝るかもしれない。お疲れ様でした。髪が寝ぼけてるみたいなやつがもうボッサボサになってるよ。あんずもう一回やって。あんず。ちっちゃい子熊だからうーちゃんとあんずやってることがあんま変わらないからママなし大好きすぎるんだよ。バッチリよ。すんごいのよ。バッチリよ。もうラブなのママなし。汚いよ。パパの方が汚い。今日はなんか旅ってわけじゃないんだけど何も買ってき飲み物もなんかブドウジュースしか買ってきてない。ママここって何コンビニあったっけ？コンビニはないんだっけ？ミニストップがある。本当だ、24時間のミニストがある。もしかしてあれがあるかもよ。一番くじうちの場合こうなったんですよが。なんだっけ？ 2枚同じになるんですよ。残念だね。恐ろしいでしょ。ペーパーコレクション。ほら同じやつのに残念ね。なんか買ってくるもんあんの？アンザドーナツミニ用のドーナツがあれば買うけどね。なんかセンスいいもの。まあいいや。ちょっとじゃあミニストップでも食べようか。はい、じゃあ今からパパとうーちゃんで行ってきます。よいしょ、じゃあ行きましょう。うちゃんパジャマなんかよし、じゃあ行こう。ミニストップでーす。寒いよ寒いんだけどね、行きましょう。ママ言わないレモンだ。パパ。ママのコルビルなの。何その不服そうな顔。誰これ振った人。知らないパパかもしれません。信じられません。まあいいや、乾杯しよう。ちょうちゃんも。何の乾杯？ 1年間お疲れ様でした。フロントガラス割れたけど。1年間そうだね。まだもうちょっとあるけど。やっば、もうクリスマスイブじゃん。今年のクリスマスはこれやで。マイナスです。マイナスのクリスマス。マイナスからのスタートです。出費はね、いくらであっても痛いは痛いけどさ。痛いよ。ということでね、今年は出費があったので、我が家のクリスマスはこれで終わりです。うわ、悲しい。コンビニのチキンも何もない。ファミチキでいい。コンビニで全部揃えようと思ったらもう大間違いで。開けて。無理だ。どう見ても無理だ。パパ今テレビカメラ構えながらさ、
これね、こんな風に構えながらこっちでも撮りながらやってるのよ無理だね。つけて何にもできないねパパ今。なあ、気合いなんでここに来る？単純って狭いとこ好きだよね。そこにいるのもね、まあ、うーちゃんが選んだ子だからね。そうだよ。うーちゃんがそりゃうーちゃんっぽい子になるわ。そっくりだもんだって。ほんと自由だよね。アンズ、これアンズのクリスマスプレゼントだからね。パパのことないよ。兼用もないよ。あんずっと兼用だよ。あ、だってほら誕生日プレゼントアンズでしょもう。違うよ。パパの誕生日プレゼントがあんずだよ。だって次の日に生まれてくれたから。ちゃんとパパの誕生日の次の日に生まれたよって連絡来たでしょ。そう。最初連絡もらった時はさ、3日ぐらい経ってから来たからさ。ちょうどカルストの国道を走ってる時に連絡もらった。そうで、だから四国の帰り道ぐらいでね、いつ見に行くとかね話してた。でもまだちょっとね時間置かなきゃいけないかなみたいな。でそうこうしてるうちにまあいろいろ見たりとかいろいろ準備して10月の中旬ぐらいにうちに来たんだよね。なんかでも2ヶ月経ったらもう随分と落ち着いてきてる。キャンピングカーの中でもだんだんでも居場所が分かってきてる。そうでそういう良かったのがうーちゃんと一緒で全く車酔いがないんだよ。ない。これが本当に大きかったよね。うん。最初ほら結構みんな言ってたよ、車酔いがあるさワンちゃんいるよみたいな。言ってた。全くないもんね、ない。安全に関しては。もうね、なんでさっきからさそこうろ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 してて君は。何その顔。可愛いもんだよ。まあでも家が明るくなったよ。あんずのおかげでより。可愛い。よし、じゃあ今日はこっちでね。こっちのスタイルで。安全はここでね。なんか起きても大丈夫なよ。じゃあ安全は落ちても大丈夫なようにこれを下に。もう落ちないと思うけどね。落ちても大丈夫だよ。嘘でしょ。そこママのねママの寝床です。嘘でしょ。ここだね、安全せめてあの奥に行って。安全な端っこもあるよまだ。あんちゃん意外とお布団に入るの初めて。この中入れていいよ、それか。危ないかな。よし、じゃあ今日はもう寝ますね。出た。じゃあみんなおやすみ。おやすみなさい。安全だね。安全ま。はい。安全まおやすみ。おはようございます。おはようございます。起きましたか。はあんちゃん端っこで寝させてたけど、ここでね、気づいたら朝の6時ぐらいに足元に来ましたよ。い。眠そうな顔してますけど。あんちゃん、ご飯ですよ。ご飯食べますよ。ちゃんご飯食べるよ。まだ眠そうだね。ふーちゃんもおはようございます。ムローデルの外に板金加工中だそうです。ママ板金加工屋さんだから。カムロードのガラスも交換してくれない？それはちょっと専門家だね。いやでも今日寒いな外。なんか夜あれらしいよ。結構大雨らしいよ。え、警報級とか書いてあってここ？関東。関東？そうなの？関東の警報級の雨予定って。いやでもここからもうあと10分20分ぐらいかな。早い。割と近かった。まあ、10時過ぎ10時半過ぎぐらい出発かな。
ハイボール飲んでいい？よし。よし、出発します。出発です。朝はあいにくの雨です。結構雨になりました。朝方もなんか降ってたけどね、うん、なんか早朝雨もそうだけど寒いよね今寒い天気だ日。混んでるな。ね、幕張って混むのかな。これさ、ワイパーって使って平気だよね。今思ったけど。でもさ、あれ貼っちゃってんでしょ。そう、テープそこが何とも言えないね。剥がれちゃうかな。なんか引っかかりそう。よくよく考えてみたらワイパーどうなんだろうと思って、まさかの雨が降ると思ってなかったの、ね、あんま考えてなかった。いやでもワイパー使わないと見えんな。使ってみたら一回。まあ使えるは使える、意外とテープ貼っててもワイパーは使えるっていうのが分かった。飛び石のやつってさ、あんま水が入っちゃいけないんでしょ。あ、そうなの。なんか水分をあんまり吸収しちゃいけないみたいな、なんか書いてあったな。原因はよく分かんないけど、でもなんかそういうね意味もあってこのテープらしい。よし、まあちょっとね、いずれにしてもあと10キロぐらい走ってお店までね向かっていきたいと思います。無事に到着して、本当だ。確かにこれはこの窓を交換していただけることギリがギリです。豪華な。びっくりしたよね。これ外す時なんとも言えないってタイミングやっぱワイパーとかも一回取るんですか。全部取って、あ、外はじゃあこのワイパーと、あ、これはウォッシャーは別にそのままでマジで本当。切るんですかこれって。いや、そのままいけるもんなんですか。こういう風にはまり込んでる。はいはいはい。で、ここにガラスが全部はまってて、これが室内で起こしていく。で、こっちは外側のこの。ああ、そういうことなんですね。全然こっち側を、この内側を見たことないんで。ところどころつなぎが。そうつなぎがあって、へえ。それはもう取り替えになっちゃうから。あ、そうなんだ。が出たり、じゃあこれはまだ比較的簡単な作りっていうか。もうシンプルで、はい。本当大昔からある。ああ、昔からの仕様なんです。なのでその旧型のカムロードか新型のカムロードかでちょっと違うみたいですね。これ旧型なんで比較的簡単にまだできる方と。で費用もこっちの方が比較的安く済むということです。いやすごい、ガラスの交換なんて初めて見た。いやーほんとね助かりました。午後にはねこれがなくなって綺麗なガラスに変わる予定です。いやよかったよかった。うまい？めっちゃ気になるんですよ。味が優しい。またこれにこれなんだ。バーベキューソース柔らかそうっすよ。ブリスケットはバーベキューソースですね。あ、なるほど。あ、めっちゃ柔らかいじゃん。そういうことらしいよ。愛情がこもりすぎて。そうだよね。そのブリスケットはこれらしいよ。ブリスケット自体食べるの初めて。ね。柔らかい。うまい？めっちゃ柔らかい。へえ、ちょっと多分食べよう。いただきます。これでシングル。まあ、赤まんまが。うん。うま。熱い。あ、美味しい。待てなかったやつ。うまっ。熱い。うまい。
はい、ということでね、今ですね、ガラスこんな感じで綺麗に新品になって帰ってきました。もうね、やばい、めっちゃ綺麗。もうね、新車からね約4年経ってたんで、もともとねちょっと汚れとかもあったんですけど、当たり前ですが新品なんでめちゃくちゃ綺麗です。よかったです。これで飛び石の心配もなくてほんとよかった。いや、ほんとありがとうございました。こんなバタバタで来てね、2日3日でやってくれるなんてなかなかなかったので本当に助かりました。今回ありがとうございました。ちなみにね、今やってくれた方の車がこちら BC バーノンキャンピングカーですね。キャンピングカー乗りさんなんで、このバーノン乗られております。ちょっとね、この後でね、この中にね今みんな入ってて、ちょっとお邪魔して休憩してね、またね帰る時に値段とかね詳細なことをお話ししようかなと思っております。じゃあちょっとねバーノンの方に遊び行ってきます。いや、今日はありがとうございました。窓ガラスもうこんなバタバタで本当に助かりました。遠いとこまで。とんでもないです。本当にめっちゃ綺麗になったんで、いやこんな感じで新品です。すごい綺麗。でちなみにこのバーノンの方にちょっとねさっきお邪魔しておりました。この中は中でまたすごかったんで、またちょっと後日撮影させていただくっていう約束をして皆さんにねお伝えできたらなと思っております。いや、すげえよかった。本当助かった。こっちの窓がその違う窓。そうこういうモールになっちゃうんだよね。そういうことですね。確かにつなぎ目がある。で真ん中にあれがついてるんですね。そうするとお高くなります。確かにそうすると変わるってことですね。だから新型カムローナは多分こっち側なんですよね。窓の作りが。ありがとうございました。ありがとうございます。こんな慌ただしかったけど楽しい一日。あ、そうですね。またいやとこで。ありがとうございました。本当に助かりました。ありがとうございます。気をつけて。また。よし、じゃあ今からね出発します。いや、本当助かった。ありがとうございました。新品の窓で帰ります。すいません、ありがとうございました。いや、すいません、どうも。はい、ということでね、今回ですね窓のね交換、今無事に作業をしていただきまして出発です。見ての通りですね、傷はもうないです。わかるかな。でもうね、今もう本当のド新品なんで、もう何も飛び石も何もない感じですね。本当に一安心で、窓の交換って今まで車人生の中で一回もしたことなかったから、本当なんかね、むしろこんなに早く作業が終わるんだっていうびっくりでね、なので今回ですね、本当にねこの人生で初めての窓交換でしたがねえ、よかったよね本当に、もう正直その作業量とか工賃とかってまあどこでやっても大してね、言うてしまえばすっごい差が出るかって言われたら、そんなことはないと思うんですよ。でただいつできるかはすごい差が出てくる。本当だね。本当にそれはありえる。それは本当ある話なんで、もうね今回ねこれのおかげで綺麗な窓でね年末をね、過ごして、年もね越せるかなというところです。で今ですねちょうどねこの窓ガラスがね、雨がね今少し止んだので、すごくクリアなのがねすごい分かりやすくなったんじゃないかなと思います。なのでねすごくね視界は良好です。で今回ですね交換していただいたのは、純正の、日野のマーク入りのガラスではなくて、日野のマーク入りがしていない、国産のガラスなんかね、交換するときはねこれが一番多いみたいで、そのね一応ね純正ガラスも普通のね本当純正ガラスっても全然問題ないというか取り扱いもあったんだけど、正直そんなにマークがあるかないかみたいな差みたいで、これ自体も国産のガラス、朝日ガラスで作られてるガラスだから、そんな遜色ないよっていうことで、一般的なね交換のね、するタイプに僕もしようかなと思ってそちらを選びました。でこれよりもね安いね輸入タイプの窓ガラスとかも実はあるみたいなんですけど、ちょっとそこだとね、性能的なね、ところも分からなかったので、国産でね、普通に使えるちゃんと車検も通るこのガラスにしていただいております。ちなみにね純正ガラスを選んでもプラスで 1,2 万くらいだったかな。だからあんま変わらなかったと思います。ただね僕はねできる限りこのね、確実にね安全なものの中では安いものを選ぶと、そこはねちゃんと費用対のところをね見てね、交換しようかなと思って
出走しております。はい、で気になるねお値段なんですけども、今回ですね、3日ぐらい前ですかねに慌てて電話して、でそこから窓ガラスを手配していただいて今日作業するっていった段取りだったんですが、作業工賃、それから窓ガラス本体、こちらを含めまして、お会計の方が8万ちょっとだったかな、9万いかないですぐらいの費用でやっていただけます。お手頃というか、比較的ね他のガラス屋さんと比べると安くできて、なおかつ、僕の時はその在庫のね兼ね合いもあって、すぐやっていただけるっていうのがねすごく大きかったです。で基本的にねこちらね価格はね常にこの価格でして、今ね動画をね見ていただいている方ももちろんこの価格で発注できるみたいなので、ただですね、車はねもちろん僕と同じタイプのこの窓ガラスじゃなきゃいけないので、例えば新型カムロードとかですと、ちょっとねガラスの付け方とかね窓ガラスのねちょっと形状が違うタイプもあるということなので、そちらですとちょっと費用がね変わったりするみたいです。あとはこのね配線とかねカーナビのアンテナだとか、ドラレコだとか、この辺がね再設置とかになっちゃうとまたねそこは別途お金かかっちゃうみたいです。僕の場合はこれねもうただペタッと貼るだけだったのでまだあれだったんですけど、そういったところもね、車ごとにねちょっとね費用が変わるところもあるみたいなので、そこはですね費用確認していただけると嬉しいです。で今日ね、施工をねしていただいた方は、カムロードのねガラス、もちろんねカムロード以外も全然やっておられますし、板金がねもともと主なので、ぜひですね近くにね何かお困りのことがあった際は訪ねてみて、相談してみてもらってもいいのかなと思っております。すごくね人柄もいい人なので、すごい人が好きで個人的な付き合いがあった方なので、今回ねこういう仕事のことでねお願いするっていうこと形になりました。それまで普通にねキャンプとかね、最近ちょっとあんま会えてなかったんですけども、そういうの行ったりとかもしてたので、そういう意味ではね本当にねキャンプカーのつながった友人ということで、そのご縁で、こういったね作業、緊急な作業だったんですけどもやっていただくことができました。本当ね今回ねありがとうございました。もう値段とかの以上の前に本当にね素早く対応していただいて、電話してわずか3日後に治るっていうね、もうこれが何よりも本当に助かりました。ということでね、今回の動画はですねカムロードのフロントガラスが飛び石で割れた場合、交換になると。でその交換になった際の費用は一体いくらなのかというところがねメインになりました。で今回のこの納期に関してはちょっとね正直毎回このスパンでできるかどうかって言われるとやっぱり分かんないと思うんですよね。繁忙期もありますでしょうし、本当にどこ行っても在庫がないとかねそういったこともありますので、その辺はですねもしねこちらねカークラフト SK さんにお願いするときはですね、早めの方がね早くにね対処していただけるし、相談しておいた方が何かと楽かなと思いますので、ぜひですね相談してみてください。ここからですね今日はねとにかく安全運転で飛び石をもらわないように十分な車間距離を持ってね走ってね帰りたいと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の動画もよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたら、じゃあまたね、バイバイ。